東海地方の空の玄関口、セントレアがある愛知県常滑市。空港に直結するホテルを訪ねると、宿泊代金はご予約時に生産が完了してるんですけども、1月6日から常滑市宿泊税始まっております。宿泊税200円生産お願いします。今月6日から東海3県で初めて常滑市が導入した1人200円の宿泊税の徴収が始まっていました。なんか以前から宿泊税、取るということは聞いてたので、特に抵抗なくお支払いをさせていただきました。そういう決まりになったんなら仕方がないことであって、お金が何に使われるかっていうのがありますね。お客様の反応としましては、戸惑いなどはなく、受け入れしていただいている印象です。東京や大阪、福岡など全国11の自治体がすでに導入している宿泊税。負担能力に応じたご負担をいただくために最高税額を1万円とさせていただきました。今月、京都市の松井市長が税額を5段階に分け、最大1万円まで引き上げると発表し、物議を醸している宿泊税。そもそも宿泊税とは、ホテルなどの宿泊者に対し自治体が独自に課税する法定外目的税。例えばインバウンドによる観光公害や観光地に過度に人が押し寄せるオーバーツーリズム対策など、観光業のサービス向上に使われます。この地方では常滑市の他にも外国人に人気が高い岐阜県高山市や下呂市で今年10月から導入が決まっていますが、この宿泊税、なぜ必要なのでしょうか。昭和初期の街並みが残る焼き物散歩道。先週訪れてみると観光客の姿はまばらでした。空いてます。土日はきっともっと多いんだろうねっては言ってたんですよ。セントレアとか行ってみると、あれだけの人がいて常滑に泊まるっていう人は本当に少ないと思うので、多くの観光客が利用するセントレアから4キロほど離れた観光地。これが宿泊税導入の一つのきっかけでした。本件についての説明をお願いいたします。観光戦略課長。観光戦略課長。先週、常滑市議会で開かれた協議会。空港等から市街地シャトルバスの毎日運行化施行についてご説明いたします。宿泊税の使い道について議員に説明していました。空港等には中部国際空港や愛知県国際展示場という大きな施設があり、たくさんの方が滞在しておりますが、市街地までの来てもらうといったアクセスの課題があります。実は常滑市、市内の宿泊客室はおよそ4300室と名古屋市に次いで県内2番目の数を誇ります。実際常滑市には年間476万人もの観光客が訪れますが、そのうち市街地の観光地焼き物散歩道に訪れたのは26万人、わずか 5% にとどまっていて、空港から内陸部に観光客をどう呼び込むかが課題となっています。そこで宿泊税で見込まれる年間2億円の税収のうちおよそ8000万円をかけ、無料バスの運行が決まりました。
こちらが空港島になりまして、愛知県国際展示場、こちらを出発しまして、セントレアのこちらの大橋の方を渡りまして、市街地の方に入ってまいります。空港島の愛知県国際展示場から出発し、橋を渡り市街地へ。バスの実証運行もすでに始められていて、市は今年4月から1時間に1、2本間隔で毎日運行できるよう調整を進めています。他にも市内の飲食店で使用できるクーポンや外国人観光客に向けた多言語対応などに宿泊税は使われます。常滑 government just started the tax for the accommodation. Yeah, I saw it. You see? I see it online. 内陸部の観光スポット、焼き物散歩道の近くにある宿泊施設、ヒルズハウスセカンド。セントレアの利用客や市内の観光客の宿泊が多く、時期によってはそのほとんどが外国人の時もあるといいます。昔の古民家の屋根裏なんですよね。だから壁もね、真っ黒でした。埃まみれで真っ黒で、ちょっとここ見ていただくと、その埃取るとね、こんな壁が出てきたんですよ。よく見るとね、厳島神社の観光案内が新聞のチラシかなんか入ったんですよね。まあ住む部屋じゃないから土壁の上にそういったチラシを貼っつけて壁紙代わりにしてた。山中淳一さんと妻の和子さんが築150年の古民家を改装し、5年ほど前に民泊としてオープンしました。こちらは常滑の作家さんの伊藤雄志さんの作品です。今年の干支ですね。これは招き猫さん、ご存知ですか？招き猫、右手と左手っていう。これは左手を上げてますので、お客様来い来いということで、来て来てっていう。全部で3室、1日に10人ほどが泊まれる小さな宿ですが、常滑の観光資源でもある焼き物と山中さん夫婦には強いつながりがありました。ある日、チラシが入ったんですよ。で、何のチラシかというと、焼き物ホームステイをやるのでホストファミリーを募集します。海外から来る人を夏の間の40日間泊める、これって素晴らしい経験だからすぐ応募したんですよね。1985年から始まった常滑国際焼き物ホームステイ。町の商工会議所が中心となり、毎年夏に海外から陶芸家や学生らを招き、常滑の焼き物を通じて交流する事業でおよそ25年にわたり続けられてきました。ホストファミリーとして参加し続けてきた山中さん夫婦。その出会いは今でも宝物だといいます。こちらジェームズ・メイキンさん、アメリカの陶芸家、彼の作品です。1990年に初めて日本に来た時にうちにホームステイされたのです。その時に作られたのはカップで、この朱泥の土が彼はすごい気に入って、もうすごく喜んで作ってました。長年常滑焼を通じて世界をもてなしてきた2人。訪日外国人客が過去最多となった今、常滑市に大きな可能性を感じているといいます。You make this cup? No. It's made by famous potter. It's nice. Why? Yeah, beckoning cats. We call it beckoning cats. He raised the left hand. It means friends. Friends? Come friends. あ、okay. 常滑っていうのはその日本人の目からしたらとても
一応のちっぽけな町で、世界の人が来られてその土を触って作り始めるとものすごく感動されるんですよね。すごい場所なのだというのを感じましたね。We start the accommodation tax. Okay? はい。200 for one person one night. So it means 400 for two. ああ、2人です。ローエクスペンシブチップ。はい。いや、お客様は宿泊税大そうですかのお話で、全然何の抵抗もなくって空港に泊まられた方も気軽に街に出てこられて常滑の街を散策していただけるんじゃないかなと思いますね。だからシャトルバスの試みは非常にいいかと思います。始まったばかりの宿泊税。山中さんはその使い道についてよく考えてほしいと話します。観光として街を成り立たせるには何が必要なのかとしっかり議論していただいて、猫ちゃんを見る人たちが橋にたくさん集まっちゃって車も通りづらくなってるよねと。いや、せっかくそういう名所を作ったんならそれを見る設備をどういうふうにするかというところまで、きめ細やかに整備すればいいんじゃないかなと。シャトルバスなんかすごく見えやすいんで施策としてはそうなんですけども、実際人が来ていいなと思う街づくりをしないといかんと思いますね。せっかくパイオニアで始めてるんだったらあんなことやったんだっていうのをねやっていただけるとびっくりさせられるようなことを期待したいですよね。